皆さんごきげんよう、めぐりです。今回は2026年4月のコストコ購入品をご紹介します。計23点、38,117円分。今回も諸事情により2本の動画に分けさせていただきました。今回はもう何度も購入しているお気に入りの13点をご紹介します。実際に食べてみた感想や小分け収納する様子もご紹介しますので、コストコ会員さんはもちろん、そうでない方にも何かの参考になれば幸いです。合わせてフードコートでの購入品もご紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。それではどうぞ。牛豚合いびき肉7対3、赤身 80%。もう何度も購入しているお気に入りのひき肉。消費期限は購入日の翌日。ちなみに牛ひき肉、豚ひき肉、牛豚合いびきの3種類があります。100g あたり158円で、1570g 入ったものを選んだので2481円でした。牛肉と豚肉の合いびき肉です。牛肉が7割、豚肉が3割と牛肉が多めの割合。重量 1.5kg 超えの大容量。消費期限内に食べきれる量ではないので、小分けして冷凍しておきます。包むのに使うのは別名魔法のラップと呼ばれるプレスンシール。あらかじめうっすらと線が入っているので、これに沿って小分けしていきます。今回は8個に分かれていました。大体ですが150から 200g ぐらいで分かれていることが多いです。ちょうど扱いやすい量になるので助かっています。ちなみに2ヶ月前より 100g あたり13円値上がりしていました。赤身が 80% と脂肪が少なくヘルシーなことが一番の特徴。一般的なスーパーのひき肉は赤身が少なく脂身がたくさん混ぜてあることがほとんどらしく、味も食感も違います。あらゆる料理に使えるひき肉は冷凍庫にあると助かる食材の一つ。プレスンシールで包んでそのまま冷凍庫へ。解凍プレートに乗せて解凍します。急いでいる時はレンジのスチーム解凍で解凍します。三色丼を作ります。少し固めの食感でお肉の旨味があり安定の美味しさ。お肉本来の肉々しい味と食感が好きな方や、少しでもヘルシーにお肉を楽しみたい方におすすめです。フィニッシュ強力洗浄パウダー。ずっと愛用している食器洗浄機用の粉末洗剤です。タイミングよく230円引きになっていました。世界シェアNo.1ブランドの商品。2.2kg も入ったコストコらしい大容量。
通常サイズの 3.3 個分の量。ドラッグストアで買うより安いので助かります。日本向けに開発された処方で 99.9% 除菌が可能らしいです。フィニッシュのケースが販売されていないので、我が家ではキュキュットのケースに詰め替えして使っています。国内で販売されている主要食洗機メーカーからも推奨されている洗剤。ある程度の弱洗いが必要ですが、それなりに綺麗になると思います。保存に便利なジッパー付きですが、少し固め。サラサラした粉質で溶けやすく扱いやすいです。小さじ1の使用で約488回分。我が家では1回 7g ほど使用しているので約314回分。1日に2回は使うので半年は持ちそうです。三元豚ロースしゃぶしゃぶ。カナダ産の豚肉 2.7kg 超えのコストコらしい大容量。ラップが破れて汁が漏れてしまっていました。キッチンペーパーで対処して一旦そのまま冷蔵庫へ。バッグは汁を拭き取ってからパストリーゼで消毒しました。 100g あたり98円で2671円とスーパーで購入するよりお安いです。お値段の割には美味しくてもう何度も購入しています。消費期限は購入日含めて3日。しゃぶしゃぶ用に薄くスライスされた商品ですが、割としっかりとした厚さがあります。しかもご覧の通り一枚一枚がしっかりとした大きさ。さすがに食べきれるようではないので小分けして冷凍しておきます。これだけしっかりとした大きさだとしゃぶしゃぶ以外にもいろいろな料理に使うことができます。程よく並べられているので小分けも楽です。広げて包むと解凍するときに解凍ムラが少なくなるので時短になります。こちらを半分に折りたたむと収納しやすくなります。まずは王道のしゃぶしゃぶで。臭みなどほぼなく、このお値段にしては柔らかくて美味しいです。トッポギ鍋を作ります。
餃子計画生餃子。もう何度も購入している冷凍の生餃子。50個も入ったコストコらしい大容量。賞味期限は約4ヶ月。冷凍食品なので賞味期限をそんなに気にせず、好きな時に食べられるので常備しておくと助かります。今回タイミングよく170円引きになっていて、678円で購入できました。豚肉も野菜も国産のものが使用されています。それでこの価格はありがたいです。1個あたり約 13.5 円。安いからといって小さくありません。大きくもないですが、しっかりした大きさがあります。皮の縁が割れてしまっているものが何個かありますが、自宅で食べる分だったら許容範囲内です。皮は薄すぎず分厚すぎず程よくて、やや野菜多めのあんがしっかり詰まっています。袋にはジッパーがついていないので、フードクリップで閉じて保存しています。タレはついていないのでポン酢をつけて食べています。程よくジューシーで変な癖がないので、万人受けするお味だと思います。日霊香ばしグリエハンバーグ。以前購入して気に入った冷凍ハンバーグ。1200g というコストコらしい大容量。賞味期限は約7ヶ月。120g のハンバーグが10個入っています。1個あたり158円。冷凍食品なので長期保存が可能なことが魅力。そう言いながらも毎回1ヶ月以内に食べきっています。オーブン、フライパン、煮る、蒸すの4つの調理方法が記載されています。記載はされていませんが、レンジでも加熱できます。レンジが一番早くて簡単ですが、少し固めの仕上がりになります。あらかじめ焼いてあり、美味しそうな焼き色もついています。横幅約9センチとしっかりとした大きさ。チャックがついていないタイプの袋なので、クリップで閉じて保存しています。以前はオーブンと煮込み、レンジでの加熱をご紹介したので、今回は今までで一番美味しく仕上がった蒸し器で加熱します。牛肉と豚肉を主原料としたハンバーグ。冷凍食品にしてはクオリティが高く、1個158円とは思えない美味しさ。蒸し調理だととってもふっくら仕上がります。ソースなしでそのままでも食べられるぐらい程よく味がついています。パサつきなどなくふっくらしていて程よく弾力があり美味しいです。時間や気力がない時に冷凍庫にあるととても助かる存在。和風玉ねぎドレッシング。北海道産玉ねぎのみを使用し、醤油をベースとした和風ドレッシングです。950ml も入った業務用サイズ。賞味期限は未開封の状態で7ヶ月。玉ねぎはなんと 22% も配合されているそう。以前も購入して美味しかったので3度目の購入です。つぶつぶの飴色玉ねぎが入っているので注ぎ口は大きめ。気をつけないと出しすぎてしまいます。少量でもしっかりと濃い味で酸味と甘みのバランスがとても私好み。
家族からも好評のドレッシングです。サラダはもちろん、お肉やお魚、お豆腐にかけても美味しいです。我が家ではもはや万能調味料的扱いです。ファーマインドメキシコ産バナナ。メキシコ産のバナナ。本当はコストコで買えるオーガニックバナナが好きなのですが、前回に引き続き今回もこちらのバナナしかなかったので、こちらを購入しました。産地が違いますが、1ヶ月前と比べると80円も安くなっていました。今回も9本のものを選びました。直線での計測になりますが、18センチ以上あります。パッケージには 1.36 キロと記載されていましたが、実際に測ってみたら65グラム多かったです。1本あたり約27円。いい意味で普通に美味しいバナナです。いい感じに熟したのでバナナジュースにします。卵。もう何度も購入しているビタミン E が豊富な卵。消費期限は購入日含めて14日。MS から LL サイズの卵がミックスで入っています。10個ずつのパックが2個で計20個の卵。一般的な卵と比べてビタミン E が豊富なことが特徴。通常の卵の約 2.7 倍。鶏の個体差、季節や飼料状況によって変化するみたいで、ビタミン E がなんと4倍から8倍の時もありました。コストコの卵は価格変動が大きいのですが、今回は518円。3ヶ月前と比べると95円お安くなっていました。1個あたり約26円。一般的なスーパーで売られている10個分に換算すると、1パック259円。MS から LL サイズでビタミン E が多いので、このお値段だとスーパーで購入するより高コスパ。 MS から LL サイズですが、大きさにばらつきはほとんどなく、どれもしっかりした大きさがあります。一般的なスーパーで購入した卵と比べるとこれぐらいの差があります。栄養価が高く、大きめの卵がお安く買えて嬉しいです。黄身の色が濃くて鮮やかなオレンジ色。
果実堂有機栽培ベビーほうれん草。鉄分と葉酸がたっぷりで栄養豊富なほうれん草のベビーリーフ。癖がなく食べやすいのでもう何度も購入しているお気に入りの商品。化学肥料や農薬を使っていない有機栽培された発芽間もないほうれん草の葉葉のみが入った商品。有機食品の国家規格で認められた証、有機ジャスマークがついています。200g も入ったコストコらしい大容量。このサイズはコストコでしか見たことがありません。いつものごとく少しでも長持ちさせるために一手間かけて保存します。保存容器にキッチンペーパーを敷きます。ベビーほうれん草は水分に弱いので洗わずそのまま保存容器へ入れます。 200g の大容量で498円。スーパーで販売されているベビーほうれん草は 30g で110円ぐらい。スーパーで同じ 200g 分購入すると660円はするので、たくさん食べたいならコストコで購入するのがお得。キッチンペーパーを敷き、上にもかぶせることにより傷みの原因である水分をキッチンペーパーが吸い取ってくれるので長持ちします。こちらを野菜室で保存します。食べるときは食べる分だけ出して洗います。土から育てられているので食べる前にしっかりと水洗いします。火を通さずそのまま食べられるタイプのほうれん草。柔らかくて青臭さや癖がなくとても食べやすいです。癖がないのでどんなドレッシングでも合うと思います。パールライスコシヒカリブレンド無洗米 10kg、コシヒカリのブレンド米 10kg。 お米を洗わずそのまま炊ける無洗米です。 10kg で7180円とスーパーで購入するよりお値打ちです。開封した瞬間に空気が入っていきます。鮮度保持包装で真空状態だったことがわかります。賞味期限は約5ヶ月。産地や銘柄、年産にとらわれない複数のお米が混ざっているブレンド米ですが、半分はコシヒカリで残りの半分も国産のお米で安心です。基本的には単一原料米を買うようにしていましたが、米不足の時に購入してみたら普通に美味しかったので、それからもう何度も購入しています。今回もスーパーの無洗米よりお安く買えて嬉しいです。無洗米なので洗わずそのまま炊くことができます。これが驚くほど楽で、ここ最近は無洗米ばかり買っています。無洗米は米ぬかが取り除かれている分、調味料が普通の精米よりも少し多くなるため、水をほんの少しだけ多めに入れて炊きます。ブレンド米といえど半分はコシヒカリなので普通に美味しいです。父安国リッチプラスアサイーボールヨーグルト。日本で初めて国産のヨーグルトを販売したと言われている父安ヨーグルトの商品。昨年末に新発売されて以来お気に入りで今回も購入しました。内容量 90g と程よい大きさのヨーグルトが12個。成人女性の1日不足分の鉄分とポリフェノールを配合しているそう。しっかり栄養機能性食品の表示もあります。賞味期限は20日。栄養価は高めですが1個あたり99キロカロリーとヨーグルトにしてはちょっとカロリーが高めな印象。1個あたり約100円。私がよく行くスーパーではまだ見かけたことがない商品なので価格の比較ができませんが、父安ヨーグルトの大人のための上質なシリーズ国リッチの生活健康を意識できる素材を使用したちょっと贅沢なヨーグルトということを考えるとお安く買えたんじゃないかなと思います。もったりとしていて食べ応えがあり濃厚で甘くて美味しいです。アサイー、リンゴ、ブルーベリー、イチゴ、バナナ、キウイが入っているのですが、バナナの風味が一番強く感じられます。
凍らせてもシャーベットのような感覚で食べられます。ただこのヨーグルトの魅力でもあるもったり感が半減してしまうのでおすすめはしませんが、凍らせた方が食べ応えは増すと思います。トロピカルマリアマンゴーチャンク。もう何度も購入しているお気に入りの冷凍カットマンゴー。 1.5 キロも入ったコストコらしい大容量。冷凍商品なのでいつでも好きな時に食べることができます。数ある商品の中でも群を抜いてリピ買いしているお気に入りの商品。皮も種も取り除かれて食べやすい大きさにカットまでしてあるのですぐに食べられる状態です。大きさはバラバラですがゴロッとした大きめの一口サイズが目立ちます。冷凍庫から出したてでもカチカチではなくフォークが刺せるレベル。個人的にはこの半解凍の状態が一番好きです。全体的にすっきりとした甘さですが、稀に硬くて酸っぱいものが混ざっていることがあるので、それを頭に入れた状態で食べることをおすすめします。アサイーボウルのトッピングにしたり、マンゴーシャーベットにするのも大好きです。ごめんね、行くよ。寿司ファミリー盛り48貫。コストコに行った日の夜はこのお寿司を食べるのが我が家のルーティーン。消費期限は購入日当日。ケースが36センチの正方形と巨大ですが、奥行きギリギリで我が家の冷蔵室にはなんとか入ります。ネタは全部で9種類、サーモンのみ10貫入っています。日によって内容が少し変わることがありますが、マグロ、エビ、サーモン、ネギトロ巻き、卵焼きはスタメンな印象。わさび、ガリ、醤油は2袋ずつ入っています。ちなみにわさび入りも販売されています。卵焼き、ネギトロ巻き、サーモン、マダイ、エンガワ、エビ、ブリ、イカ、マグロ。1貫あたり約83円。ネタもシャリも大きめで食べ応えのあるサイズ。新鮮でこのお値段にしてはとても美味しくてお気に入りです。特にサーモンは脂のりが良くとっても美味しいです。最後にフードコートで購入した商品もご紹介します。クォーターパウンドホットドッグ。おかわり自由のソーダがついています。ストローなしで直飲みタイプに変わっていました。
ドリンクは知らない間にペプシからコカ・コーラに変更になっていました。息子のリクエストでジャンボプルコギベイクも購入しました。そして最後はこちら、ボロネーゼポテト。先月初めて購入したまだ比較的新しい商品。大きな紙の容器にプラの蓋がついた状態で持ち帰りしやすいです。フライドポテトにボロネーゼソースとチーズを乗せたジャンクフード。ソースが絡みやすい V 字カットのギザギザポテト。しっとり系です。ポテトのみにも味がついていて、そこにソースもつけると味濃いめ。前回食べた時しょっぱく感じて、もうリピはないなと思っていたのですが、娘のリクエストでまた買いました。今回は前回ほど塩辛さが気にならず美味しく感じました。マックポテトの L サイズの2倍ぐらいの量は入っています。以上、2026年4月のコストコ購入品後半のご紹介でした。前半は初購入のものを中心に10点ご紹介しています。まだご覧になられていない方はぜひこちらもご視聴ください。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもいただけたら嬉しいです。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。